どうも、翔です。ということで、今回はですね、こちら、遊戯王の初期ボリューム6開封していきたいと思います。こちらですね、ご存知の方多いと思うんですけども、このボックスはね、1999年に発売されたボックスで、いわゆる皆さん今出回ってるボックスのね、最初期の中の1から7までシリーズがあって、そのうちのこれが6ということでね、もう本当に大変貴重なボックスなんですけども、本日開封したいなと思ってます。それでこちら、後ろを見るとね、ホットラインみたいなの書いてあるんだけど、これはね、あるとないものがあって、このホットラインについてるのは再販のものっていう風に言われてます。で、さらにここね、見ていただくと、高橋和樹原作者の名前があるんですけど、その横にスタジオダイスっていうものが書かれてると、スタジオダイスになった時のものということで、この高橋和樹表記のものよりも流通が少ないと言われてるんですけど、真偽は定かじゃないです。それでね、なんでこのボックス今回開封するのかと申しますと、私ですね、この遊戯王の初期のボリュームシリーズ、ノーマルからジレア、あとはスーパー、ウルトラ、シークレット、パラレル、全部ね、3枚ずつファイリングに収めたいというですね、めちゃくちゃ変態なコレクターでして、このね、ボリュームシリーズのノーマルカードの綺麗なカードっていうのが本当に流通しないんですよ。ウルトラレアとかね、シークレット、パラレル、スーパーレアとかだと、綺麗にね、残す方多いんですけど、やっぱりね、当時のこのノーマルカードっていうのは本当にもうね、鼻くそみたいにね、デュエルで使用してもね、何の足しにもならない、本当に弱いカードばかりだったので、もう皆さんね、雑に扱うわけですよ。そうするとやっぱり流通的にも、ノーマルの方が綺麗なカードが少ないということで、綺麗なカードで3枚集めるんだったら、自分で開封するしかないということでね、今回こちら開封していきたいと思います。そしてね、この開封する前に、ちょっと一つ皆さん見てもらいたい僕のコレクションがあるんですけど、それがこちらになります。実はこのファイルはボリューム6をですね、2年前ぐらいかな、その時に開けた時のものがファイリングされてるんですけど、ノーマルカードもね、ちょっと3枚揃ってないカードも結構あるんですよね。このベビードラゴンはね、今回実は主役でもあるノーマルレアっていう枠のカードなので結構希少なんですけど、これはね、普通にお店で綺麗なの買いました。やっぱりこのね、ノーマルレアは綺麗なカードは置いてることが多いですね、希少なので。なのでこの暗黒の竜王とかもね、1枚ないし、インプもね、1枚ないし、カニカブトもなんかここにしかないし、このねファイルの順番はこれ自分流なんだけど、一番左が綺麗なので右が一番状態的にはそんなには良くないっていう、カニカブトのこいつが妥協でギリギリファイリングできるカードの状態だろうということで、多分、ね、右端に置いてるんだと思います。こんな感じでね、結構本当にポツポツなんですよ。なんでこのノーマルを埋めたいというのと、ウルトラレア枠、シークレットレア枠、パラレルレアでも綺麗なカードを開封して排出できたらいいなということで、皆さんぜひ開封動画お楽しみください。それでは行ってみましょう。翔コレチャンネルということで、緊張の瞬間ですね。もうこれ、今フリマだったらどうだろうな、20万から25万ぐらい。店頭だったら多分25万前後で取引されているぐらい、希少なボックスなんで、開けた瞬間、価値はだだ下がり、ほぼ半値以下かなっていう形になっちゃうと思います。ただ、綺麗なウルトラとかスーパーが出たら、場合によってはね、アルス鑑定に出してテンプラスなんてものが取れてしまった時には、もう十分、ボックスの価値分のね、ものは返ってくるんで、なので本当に針先くらいの希望しかないんですが、皆さんそこもね、期待していただけたらなと思います。で、一応皆さんほとんどね、この初期ボリュームボックスの対種リンク品っていうのはあんまりないんですけど、稀にあることもあります。で、自分これボリューム4も前に開けたことがあるんで、一応ね、このボリュームシリーズの最終リンク品じゃない見分け方、皆さんにちょっと一つ情報として、参考にしていただけたらなと思うんですけども、ここのね、まず見るとこう真上から見て、この分かりますかね、このバリが2つこうある。でね、結構こうパリパリしてめちゃくちゃ硬いです。で、このバリがある。で、もう1個こう後ろに向けて、この両サイドにもこのバリがありますよね。このバリ。これがあるのが本物の証。もしフリマとかネットとかで買うときは、必ずこの真上と真裏を見て、このバリがあるかっていうのをね、判断してもらうといいのかなと思います。一応これもね、大事な箱なんで、なるべくこう傷つけないようにね、開封していきたいなと思います。これマジで開けた瞬間終わりだからな。ちょっと綺麗にもっと雑に開けろよって言われるかもしれないですけど、ちょっとね、箱も取っておきたいんで、傷つかないように開封します。これですよ、皆さん。この、わかりますかね？この音。すっ
ごいバリバリでしょう。で、しかもこれちょっとね、なんて言うんだろう、変色黄色く変色してて、ちょっと結構ホコリっぽい感じの汚れもあるんで、新しそうなこう真っ白なねやつだったらちょっと怪しいかもしれないんでお気をつけください。いやー、開けちゃいましたね。いきますか皆さん。じゃあここもちょっと丁寧に開けましょう。これ難しいんだよな、こう開けるの。オッケー、来ましたね。来たよ来たよ。うわー、ものすごい光景だねこれね。完全に本物です。再シュリンク品ではない完全な本物です。はい、ということで、これなんか昔のカード、多分みんな詳しい人はいると思うんだけど、これさ、なんかサーチみたいのがあって、自分はね、もうめちゃくちゃ田舎のとこだったんで、そういうね、情報が全くなかったんですよね。なんかこう、横から見て絵柄がずれてるやつがあるとか、みんなこれどうやって見分けてたんだろうね。あとね、なんかこの裏めくって、どこのこうのみたいななんかあるけど、自分は全然わかんないね。それらしいっぽいものをちょっと探してはみます。はい、ということでお待たせしました。いろいろ見たんですけど、わかんないですね。もうわからないので、早速ね、開封していきたいと思います。もし皆さんの中で、こういうサーチ表がね、流行ってたとかね、これすごい高確率で当たりますよとかね、もし情報あればね、教えていただけると嬉しいです。ということで、1パックはちょっと未開封でね、保存用にちょっと取っておこうかなと思います。で、一応、レア枠としては、ウルトラレア1枚、で、スーパー2枚、ジレア2枚は、ワンボックスで確定してる。ワンボックスが、30パック入りになってますね。で、もしシークレットかパラレル出る場合はウルトラプラスシークレットパラレルっていう形で合計2枚出るっていう情報は聞いております。ただやっぱり昔のボックスとかパックって確定封入とは限らない、なかなかこう体制が整ってないんで、ちょっとしたねミスがあったりとかでばらつきはあると思うんですけど、狙いはウルトラ枠は今回このボックスはね、残念なことにトラップしかウルトラ収録されてないというね、本当に謎のボックスなんですけど、神の宣告が一応大当たり枠なのかな。スーパーレアとジレは本当にもう鼻くそみたいなカードなんで、天然竜とグレートモスのねシークレットパラレル枠が出ることを狙いながら、あとはね綺麗なノーマルあることを願いながら開封していきたいと思います。ではまず1パック目いきましょう。ちょっとパックも綺麗に残しておきたいので、ネットで見たやり方で綺麗に残る方法でちょっとパック開封していこうかなと思います。この方法が結構、これめっちゃ綺麗に剥けるわ。なんかね、ここにカッター入れて、こう開けるやり方がすごい綺麗だったんだけど、取り出すときやばいな、これ。これ白掛け作んないようにしないとね。多分これ表面が当たりのカードが多分入ってるんですよね。ちょっとね、ごめんなさい。かなりたどたどしいあれですけども。いいね、黒木森のウィッチ。最初なんでね、ちょっと状態見てみようか。これめちゃくちゃ綺麗じゃない？これやばいね。これはやばいよ。結構裏にこう初期傷で白掛けとかあるんだけど、全然ないねこれ。いいっすね。魔導騎士ギルティア、懐かしいね。この冥界の場に王座の守護者、このねボリュームのボックスの中でこいつが出てきます。多分王座の守護者は確かいる。プリズマン、いやめちゃくちゃ弱いね、ノーマルカード。氷水、このボックスあれかもしれない。ちょっと当たりかもしれない。めちゃくちゃ綺麗。いいね。海の竜王、知らんな。めっちゃ綺麗だなこれ。これはちょっと期待大です。ほらこんな感じでパックも綺麗に保存できるね。もしこれ見てる中で、いやこの方がもっと綺麗に開けれるよみたいのあれば教えていただけると嬉しいです。よいしょ。暗黒の竜王。これあれだね。さっきファイルにあったやつだね。一番最初のところに。うわめちゃくちゃこれちょっとちょっと待って、来たんだけどベビードラゴン、マジか。ちょっと見えちゃったな。これめちゃくちゃ綺麗。これ普通にファイルいきっすね。これノーマルレア、めちゃくちゃ綺麗じゃない？やばくない？これなんかね、ここにちょっとついて、これ多分ね取れるやつ、後で取ってみます。問題は裏だよ、裏。めちゃくちゃ綺麗なんですけど、賭けもないし傷もない。これはいいっすね。完全にファイル行きです。いやこれ嬉しすぎる。後でね当たったやつは見せるんで。ノーマルも本当にね保管したいから、多分1パック1パックめちゃくちゃ時間かかってるし、あれですけどご容赦ください。スコール割と強い方じゃないこれ。1550星4って当時どうなんだろう。1600、1200。これもなんか結構見てたな。いやーいいね。2パック目ベビードラゴン来ちゃったな。さあ3パック目いきましょう。これね、経験上だけどノーマルのね状態がいいボックスはそのレア枠も状態がいい場合が終わった場合が多い。これはやばいね。失敗。めちゃくちゃ失敗した。ドン。これ王座の守護者、さっきの融合モンスターの素材のカード。
めっちゃ綺麗。融合来ました。これ多分ね、スターターのボックスで融合のスーパーが出たんだけど、その後融合出るのは多分初めてなんじゃないかな。ここで融合が結構敷居が下がったというか、みんなね、デッキに入れやすくなったんじゃないかなと思います。記憶が正しければ。クリッター、懐かしいね、これ。デッキから1500以下のモンスターを1枚手札に加えるっていうカードね。めちゃくちゃデッキ入れてた。みんなもこれ思い出深いと思う。ギガテックウルフ。冥界の番人。さっきの融合の素材だね。さあ、4パック目。これはちょっと裏、初期傷があるな。ドン。ボルトエスカルボー。リューマジン。そして、サイガ。冥界の番人。ツボマジン。ツボマジンの表示が表になった時、ドラゴン族封印の壺を破壊し、ドラゴン族は全て攻撃表示になる。いつ使うねんみたいなね。発動条件がマジ限定的すぎてやばいね、これ。さあ、5パック目。ドン。さばきの鷹。冠をいただく翼と苔。さっきのフェイクスみたいなやつと、苔はね、カビゴンみたいなね、カードですよ。お、来たジレア、スーパースター。いいね。すべての光属モンスターの攻撃力は500ポイントアップ。闇属性モンスター攻撃力400ポイントダウン。これ出した瞬間、攻撃力多分1000になるんだろうね、スーパースター自身も。ただこれフィールド魔法があるんでね、まあわざわざこいつを出す必要はあるのかというのはありますけど、当時、これデッキ採用してる人いたのかな。状態はね、めちゃくちゃいいです。ジレアもね、あんまりね、綺麗なの置いてないんだよね、これ。スコール。これだね、ジレア真ん中、2枚目に入ってるよね。サイガー、ゼミアの神。さあ、6パック目。ドン。冥界の番人。ゴキボール。黒き森の一致。みんな使ってたね、うちの田舎のところは。プリズマン。サイガー。さっきスーパースタージレアが出たんで、残るジレアは1枚と。スーパースターは正直嬉しい。あともう1個ジレアで嬉しいのは見習い魔女かな。見習い魔女もね、まあもし備品ゲットできるなら欲しいかなって感じ。7パック目、ドン。ゼミアの神。お、初のダイスアルマジロ。ペンダネス。かわいいな。アンズがデッキで使ってた気がするな、この天使族の。さばきの鷹。海の竜王。結構昔の原作はほんとちっちゃい頃に見たんで、今もうほとんど記憶が薄いんだけど、またね見直そうかなと思ってます。さあ8パック目、そろそろ出てもいいんじゃないの。サイガ。冠をいただく青き翼。エアイーター。うわ夏いな。こいつも確かに1枚備品で欲しかった記憶がある。結構この当時は1生贄で攻撃2100強かったと思う。主力のニュースだったんじゃないかな。いや綺麗だな。このボックスはマジ当たりです。マジで綺麗。コレクションのしがいがあるね。9パック目です。ドン。プリズマン。おお、きた。これは嬉しい。神の宣告の次に嬉しい。マジックジャマー。しかも待って、これめちゃくちゃ綺麗なんだけど、これはやばいっす。皆さんちょっと待ってね、裏面見てみよう。これドン。どうだこれね、ウルトラ白かけ多いんだよな。そうね。いやでもめちゃくちゃ綺麗だわ。めっちゃ綺麗。唯一気になるとしたらね、ここの左上にね、ちょっと多分このスマホじゃ見えないな、あるんだけど、めちゃくちゃ綺麗。これは上がるな。ホイールももう傷ないし、枠キラもないし、いやこれはやばいな。ちょっとスリーブ入れます。ノーマルとジレアはちょっと後でねまとめて入れます。ちょっと全集中で入れるんでね。オッケーオッケーオッケー。入れる時に賭けができるんでね、自分はこれ裏から入れるようにしてます。表から入れると結構賭けができやすい。後でちょっとじっくり見てみましょう。スコール、暗黒の竜王、ポストエルカルコ。一応ね、当たったパックこれだね。何が違うのかようわからん。裏見るとね、右のはね、この CP あるじゃない。ここに CP って書いてあるのがかぶさってんだよね、ここの裏のペラペラと。でね、ノーマルの方はね、かぶさってないんだよ。そういう違いなのかな。なんかこの当たりパックは工場が違うみたいなね、聞くけど、まあ真偽は定かじゃないっすね。まあなんで、それもちょっと見ながらね、今後開封もしていこうかな。ということで皆さん、ウルトラ枠はマジックジャマー。シークレットパラレルも出ると嬉しいな。ちょっと上振れていただいて、いいカードが当たるとすごくでかいっすね。でもこれ2枚目に入ってるの確かマジックジャマー。一番先頭じゃないね。ペンダネス。お、リトルキメラジレア枠。猫ちゃんですね、これ猫ちゃん。状態も、うわー、バッキバキだ、これ。素晴らしい、これ。ありがとうございます。これももう一軍ファイル行きですね。笑う花、海の竜王。こいつ被るね。さあ、それでは11パック目、ドン。お、またこいつだ。2枚目にあるから傷がつきにくいっていうのよね、レア枠が。ダイスアルマジロ、ペンダネス、コケ、出ました。こいつがカビゴンみたいなね、鶏っすね。
お、ハイプリーステス。こいつも人気のカードだね、イラスト的にね。こいつにね、似たカードで、ブースターのカードでドリアードっているんだけど、今回最新のパックのクォーターセンチュリーリミテッドパックにも封入されてたけど、そのドリアードの、なんだろうな、これ姉妹なんだろうね。すごくイラストが似てる、人気のカードですね。スーパーはね、シャドウグールが欲しいな。シャドウグールが1枚だけ確か傷があったような気がしたんだよな。ムカムカとイリスレディエンとか、そいつはね、結構綺麗なの3枚揃ってるんで、欲しいとこですね。12パック目。お、キャノンソルジャー、これ初じゃない？これ懐かしいね。氷水、ゴキボール、リュウマジン、スキャットレディ。女のキャラクターが人気の傾向が強いよね。13パック目。せーの。ダイスアルマジロ。かぶるね、こいつ。ドン。フレームケルベロス。これ初じゃないかな。こいつあんまなんか出なかった気がするな、前回開けた時も。キャノンソルジャー、リュウマジン。こいつ結構かぶるね。そしてゴキボール。前回これボリューム6開けた時はシークレットパラレル出なかったんで、今回は出てくれると嬉しい。14パック目。ズドン。コマンダー。これ確か本田くんが使ってたカードだっけな。なんかそんな記憶ある。ギガテック。黒木の1。ダイスある。これめっちゃかぶるな。サイダー。15パック目。せーの。竜王いいね。これ意外と出ないのかな。ドン。クリッター。シャベルクラッシャー。インプ。あれ、インプ地味に出てないよな。笑う花。さあ、16パック目。一応折り返しなんでね、今当たったカードをおさらいしましょう。まず、ベビードラゴン当たったね。そして、スーパースター、リトルキメラ、そして、マジックジャマと、今こんな感じです。最高すぎ。残りは、もうジレアは枠はなくて、あとスーパー2枚。あとはシークレットかウルトラって感じだね。ドン。エアイーター。暗黒の竜王。音楽家の帝王。これ初じゃない？王座の守護者。バーグラ。これも初かな。17パック目。ドン。なんかこれ、なんか怪しいぞ、これ。なんか曲がってる気がするな。これ来るかもしれない。ドン。ムカムカ。ムカムカかー。まあ。でも状態はね、めちゃくちゃいい。これは綺麗だな。シャドウグル欲しかったけど、やっぱこれちょっとなんかさ、反ってるじゃない。こうなんか浮いてたんだよね、1枚。意外とわかるもんだ。これでもめちゃくちゃ綺麗だわ。ありえないぐらい綺麗。スリーブ、後でちょっと入れよう。冥界の番人、キャットレディ、コマンダー。18パック目。ノット。キャノンソルジャーからのグリフォール。あれ、グリフォール初じゃないこれ。クリッター。いや、ノーマルの備品があるってのはマジで嬉しいな。シャベルクラッシャーにスコール。19パック目。ノット。グリフォール。シャベルクラッシャー。音楽家の帝王。フレイムケロベロス。ゼミアの神。さあ次で20パック目。次スーパー当たったら一応規定のレアは終わり。あとはシークレットパラレルがあるかっていう感じだね。さあどうだ。冥界の番人。冠をいただく翼。グリフォール。フレイムケロベロス。ハイプリーステス。いいね。さあ行きましょう。21パック目。シークレットとスーパーもし全部向き終わる前に出ればそこで終わるんだけど、そう簡単にはいかないでしょうと。ノット。スコール。お、ちょっと怪しいかも。あ、怪しいかも。ドン。あ、全然違った。スボーマジン。からのコケ。スンドラの大サソリ。さばきのタカ。いや、スーパー出ないな。22パック目。ドン。いいね。王座の守護者。プリズマン。コマンダー。クリッター。グリフォール。23パック目。ドン。テンダネス。ギルティア。と、エスカルゴ。カニカブト。お、カニカブト地味にいなかったよな。嬉しいな。確か備品が少ないからっつって2枚なかったと思うんだけど、めっちゃ綺麗だわ。これでもあれだな。最後までスーパー出なかったら多分最後のパックがスーパーだからちょっと複雑な気持ちだね。スーパーは全部3枚ずつ揃ってるからいいんだけどね。残してても。スーパー確定のパックということで。これで24パック目かな。ハイプリーステス。ちょっと怪しいか。笑う花。カニカブト欲しいな、ノーマル枠。コッケー。コマンダー。ノーレアはワンボックス1枚あるかないかって感じなのかな。いきなり出たけど多分相当運がいいと思う。頼むからスーパー枠出てくれ。さあこれで25パック目。いよいよ終わりますね。そろそろ欲しいところ。ダイスアルマジロ。笑う花。いやー引っ張るねー。スコール。カニカブト欲しい。カニカブト。竜王と竜王。どっちも竜王だ。26パック目です。さあインプ来るか。来ない。ハイプリーステス。テミアの神。ちょっとカニカブトが少ない。
ギルティア、ゴキボール。やばい。カニカブト少ない案件、これ。ノーマルで揃えたいのに。開けた意味がない。27パック目。ドン。キャットレディ。そろそろ欲しい。ちょっとシクパラはきついかも。バーグラー。うわー、引っ張るなー。起きたカニカブト。大本命ノーマル。カニカブト。ツンドラの大サソリ。テンダです。こういう綺麗なボックスでシークレットパラがあるとな状態いいんだけどな3ボックスに1枚ぐらいの封入率なのかなどうなんだろうね。28パック目ですね。ドン。フレイムケルベロス。これもしかしてスーパーないテンダネス、氷水、黒木森の1。これそうすると、これラスト29パック目と最初に残すっつって置いてあるパックなんだけど、どっちかにスーパー入ってるってことだよな。いやー、これスーパー出なかった時どうしよう。綺麗なパックを残したいってなるとね、これ結構綺麗なんよ。これ残したいんだよな。いやー、2分1だな、これ。いやー、2分1すぎるな。いやー、これスーパーでなかった時ちょっと皆さんにも申し訳ない気持ちになるな。頼むから出てくれ。さあ、正真正銘2分1。なんか出ない気すんな、これ。どうだろうかな。29パック目。いや、これないんじゃねこれ。うわ、これはない。バーグラ、これはないぞ。キャノンソルジャー、ギガテックウルフ、シャベルクラッシャー。ということはですね、皆さん、この残したパックにスーパーが入っています。なんだけど、この残り1個の時点でもうシークレットとパラレルはもう確実にないので、確実にスーパーだなということで、スーパー確定パックを残すというですね、形になりますが、もし、未開封で入手する機会あれば、またこれは開けます。なんだけど、ちょっとね、あくまで遊戯王コレクションをしたい人間なので、残したいなと思います。ショーコレチャンネル。ということで、開封結果、マジックジャマームカムカリトルキムラスーパースターベビードラゴンと、個人的にね、このベビードラゴンがマジで嬉しすぎる。このね、やっぱ綺麗なやつだとね、だいたい1枚お店だと5000円から8000円ぐらいするんで、スーパーとかジレアとかウルトラよりも高くつくことが多いんですね。なんでちょっとベビードラゴンは正直めちゃくちゃ嬉しかったですね。さあ、ということで皆さんいかがだったでしょうか。初期ボリューム6の開封ということで、まさかのこいつスーパー確定のパックということで、皆さんにね、お見せしたいのは山々なんですけど、いやー、やっぱり1パックちょっと残しておきたいんですいません。一番最後おまけで、これ全部今日ノーマルとかね、これ全部出したのをファイリングして終わろうかなと思うんで、このボリューム6何がウルトラ入っててスーパー入ってるかって見たい方はね、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。ということでですね、このチャンネルではね、初期系レリーフのコレクションとして貴重なこういうボックスとか開封していくチャンネルにしていこうかなと思いますので、楽しかったなと思う方はぜひぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。はい、ということでおまけ動画になります。ノーマルのカードをこのファイルにね3枚備品を揃えましたということで、選別までにねこれ撮影した翌日なんですけど、だいたい8時間ぐらいかかっちゃいましたね。いやー、めちゃくちゃ大変だったけど、すごくね充実した時間だったので、ぜひ皆さんにも共有できたらなと思います。ということで本編の方にはなかったカードたちもね全部3枚揃えることができました。ここのね暗黒の竜王とかもなかったと思うんで、もうやっと数年越しに3枚揃えられてねすごく嬉しいです。でこの上はね並べ方の都合上ちょっと抜かしてるんですけど、ここはねボリューム6と同じイラストのルールカードをね入れる予定です。こんな感じでインプも揃ったし、王座の守護者も揃いました。でカニカブト2枚しか出なかったけど、無事に2枚とも部品だったので3枚入れることができました。あとギガンテックウルフとかここも確かなかったと。あとグリフォールもねなかったね。キャットレイディもなかった。氷水もゴキボールもなかったし、コケは3枚あったんだけど1枚ちょっと傷ありだったんで、そこが並び替えられたかなって感じですね。でコマンダーがね結構初期傷多いカードが多くて、多分個体的に初期傷が出やすいカードなんだと思うので、ぜひ皆さんこれ備品持ってたらぜひ大切にしていただけたらいいんじゃないかなと思います。結構カードによってほんとね初期傷出やすいカードは出やすいですね。ただこれを開封してみないとこういう発見とかもできないんで、一つ資料になったらなと思います。あとこれテンダネスもめちゃくちゃ初期傷多い。ハイプリーステスも結構多かったかな、初期傷が。でギリギリ3枚備品揃えられたって感じですね。
この辺は普通かな。で、笑う花もコンプリートできました。でね、グレートボスがちょっと揃ってないんですよね。結構店で備品探してるんですけど、なかなかなくて、パラレルはね、結構あるんだけど、シークレットが全然見つからないですね、お店で。で、スーパーレアムカムカ入手してね、一番綺麗だったんで、これも買いました。結構ね、このスーパーは店頭で見つけやすいカードで備品も残りやすかったんで、もともと3枚ずつあったんですけど、入れ替えましたね。で、当たったスーパースターもね、めちゃくちゃ備品だったんで、もともと全部3枚揃ってたんだけど、入れ替えました。で、あとリトルキメラも備品だったんで、入れ替えました。ジレアは揃ってますね。で、そう、クリッターも初期図マジでやばい。めちゃくちゃ多かった。だから本当に結構ギリギリっすね、ここは。一番最後の3つ目は。で、ツボマジンも封入率が結構低くて、もともと1枚しかなかったんだけど、今回もう2枚しか出なかったんで、ほんとギリギリっすね。まあ、両方とも備品だったらよかったんですけど、これも出にくかったっすね。で、ここが千年竜がシークレットがないっすね。パラレルは全部3枚揃ってるんですけど、なかなかお店売っててもね、やっぱ綺麗なカードがないっすね。これもまあちょっと時間かけて、とは言ってももう3年近くね、かけてここは探してるんだけど、全然ないっすね。そう。で、あとね、融合も今回2枚しか出なくて、もともと1枚しか入れてなかったんで、多分融合も結構封入率低いのかもしれない。まあノーマルレア扱いじゃないんだけど、まあたまたまね、2ボックスしか開けてないからばらつきはあるかもしれないけど、融合は本当に封入率低かった。で、これ一番上が神の宣告のとこなんですけど、なかなか備品ないんで抜けてますね。で、前に1回開けた時に商店の角笛が当たったので、まあ1枚入ってるのと、結構お店でもこれは見かけやすいんで入れてますね。で、盗賊の夏動が2枚足りてないと。で、一応マジックジャマー当たったやつ、これですね。で、今回当たったのがこのベビードラゴン、ここに置いてるんですけど、これはね、ちょっとアルスに出そうかなと思ってて、まあこれもファイリングするときもチェックしたんですけど、まあ正直点取れるので、まあアルスの点以上、点プラス取れたらいいなと、これはちょっとアルスに出そうかなと思ってます。で、これはね、ちょうど初期のボックス開ける前に買ったやつなんだけど、フリマで買ったんだけど、ちょっとね、この、見えるかな、上の側面がね、こう欠けてるんですよ。わかります？この辺ね、欠けてるんで、ちょっと一軍コレクションには入んないっすね。まあ、それで今回、天守交代したのが、このリトルキメラとスーパースターとムカムカと。まあ、これは二軍コレクションで置いとこうかなという感じになります。またこのね、ファイルもシークレットとかウルトラとか埋まったら、皆さんに紹介したいなと思ってますので、初期ボリューム6開封動画でした。ありがとうございました。